皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はパンデミックについてです。WHO がようやく世界中に広がっているということを認めました。これはあまりにも遅い宣言でした。そしてこのような厳しい状況だからこそ、リーダーには非常に高い見識であったり、前向きな姿勢、そして賢明な判断というものがシビアに求められている状況です。今回はそのような状況によって明暗を分けている人物というものを少し紹介しましょう。というわけで今回のニュースはこちら。WHO のパンデミック宣言に関連して、ドイツのメルケル首相はこの問題に非常に厳しい態度で臨もうとしています。一方で、日本の経済界の重鎮の一人である孫正義氏は非常に残念な見識を示しています。今回はそのニュースについて少し触れていきましょう。それではニュースをどうぞ。パンデミック WHO が表明。世界保健機関は11日、流行はパンデミック、世界的な大流行になったとの見解を表明した。WHO のテドロス事務局長は、スイス・ジュネーブで開いた記者会見で、今やパンデミックであると言えると表明。今後、感染者と死者は増えるとの見通しを示した。テドロス氏はまた、問題の拡大と深刻度、対策不足に対する懸念を表明。一方で、多数の感染者が出ているイランについては、流行の拡大防止に向けて最大限の努力をしているものの、さらなる物的支援が必要だとの見解を示した。ヨーロッパにおいてもこの感染拡大というものが続いているわけですが、ドイツのメルケル首相は非常に厳しい見方を示しています。人口の 70% が感染する可能性。感染拡大が続く中、ドイツのメルケル首相は11日会見を行い、ワクチンも治療法もない中、専門家の見立てでは、ドイツの人口の 60% から 70% が感染する可能性があると述べた上で、感染拡大のスピードを遅らせる取り組みを進めていく考えを示しました。その上で、高齢者や持病のある人たちを守る必要性を強調し、私たちの団結、理性、お互いを思いやる心が試されていると連帯を呼びかけました。メルケル首相は、経済に悪影響が広がる中、財政出動を伴った景気対策を行う可能性があるかどうかについて、現状を乗り切るためにすべきことをすると述べ、メルケル政権が続けてきた借金ゼロの姿勢を緩和する可能性も示唆しました。世界情勢が非常に激しく動いている中で、残念ながらこうした状況を把握されていない方もおられます。孫正義氏、PCR 検査100万人分無償提供したい。2時間後に撤回。ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長は11日夕方、感染の有無を調べる簡易 PCR 検査を無償で提供したい。まずは100万人分とツイッターに投稿したが、約2時間後に撤回した。孫氏は10日夜、約3年ぶりにツイッターへの投稿を再開、貢献できるか検討しますなどとつぶやき、11日に簡易検査の無償提供を表明した。しかし、医療機関の混乱を招くといった否定的な意見が相次ぎ、孫氏は評判悪いからやめようかなと取り下げた。同社広報室は個人的な活動として検討していたが、様々な意見を考慮して撤回したと説明した。孫氏は9年前の東日本大震災で個人で100億円を寄付して話題を集めた。今回は残念な人だったかどうかというところに話を絞るとすると、第一に WHO のテドロス事務局長は残念な人に分類されます。なぜならば、初期対応に失敗している習近平氏に対する称賛というものをいつまでも続けているからです。最初の問題において、初動体制をしっかりとしていれば、これほどの問題には広がることはなかったでしょう。パンデミックの宣言というものを必要としない世界線というものが私は存在していたと思います。そうした意味においてテドロス事務局長は非常に残念な分類になります。そして一方でドイツのメルケル首相は非常に厳しい予測をもとに対応することを宣言しています。専門家の中においては今回の問題というのはあくまでもインフルエンザに比べればまだまだ大丈夫だよという見方をされる方もおられます。確かに世界中にまだ広がっているわけではありませんから、インフルエンザのような多くの死者を出すわけではありません。しかしそれはあくまでも感染が全世界に広がっていないからこそであり、実際に命を失う人の割合というのはインフルエンザよりも強力です。ですから、封じ込めに失敗して、もはや世界に定着してしまえば、それは毎年のように流行を繰り返す危険性がある。封じ込めに失敗してしまえば、それがずーっと来年も再来年もずっと続いていくようなことになってしまうのです。
ですから今回メルケル首相が人口の半分よりも多くの人たちが感染してしまうということを前提にして対応していくというのは、いわば一番高いハードルを掲げて、その中において対応しよう。それよりも被害が少なかったら、それは良いことだという具合にして、最大限の防御を張ったということです。リスクを低く見積もるよりも、リスクを高いところからしっかりと対処することの方が結果的には良いことになるでしょう。もちろんそれに伴う経済的なマイナスというものも大きくなりますが、現在のドイツはそれに耐えられるだけの財政基盤があります。そして WHO のテドロス事務局長やドイツのメルケル首相に比べれば孫正義氏を一緒に並べるのはちょっと酷な話ではありますが、今回は残念な人として紹介するしかありません。というのも孫正義氏が進めようとしていた PCR 検査ですが、安易に検査対象を広げるというのに私は大反対です。イタリアの例でも明らかですが、たとえ先進国と言われるような国においてもPCR 検査を過剰に行うことは医療現場に対する疲弊をもたらします。それによってイタリアで一体何が起こっているかというのを私は伝えました。それは高齢者の人たちに対する治療を放棄する、いわばトリアージ、命の選別が行われているということです。こういった状態に至らないためには、ある程度症状が重い人たちというのを徹底的に治療していくという方針を取るしかありません。ですから、もしかしたら、偽陽性、偽陰性といって、PCR 検査が完全ではないにもかかわらず、それがあくまでも完全だと思い込んだ人たちによる暴走というものを発生させてはならないのです。ですから、孫正義氏の掲げたこの PCR 検査の100万人というお話は完全に的外れです。批判が集まったのも仕方ないことでしょう。では、一体どのような行動を取るべきだったのでしょうか。もしも私が孫正義氏と同じぐらいの資産があったとすれば、私が個人としてできる行動というものは決まっています。それは解決方法に資金を寄付することです。今回の問題に対して非常に重要なのは、予防薬であるワクチンの開発、そして治療に使う薬の開発、そして3つ目というのは、今回の問題によって悪影響を受ける人たちに対する経済的な支援です。個人としてこの経済的な支援とするというのは非常に難しいので、これはどちらかというと政治の問題でしょう。ですから、個人としてできるのは、ワクチンを開発している、もしくは治療薬を開発しているといった公の機関であったり企業なりに対して資金援助をするというのがお金持ちとしてできる最高の行動だと言えるでしょう。しかもワクチンの開発などにおいては欧米の企業だけではなく日本の企業や日本の大学等においても開発研究が行われていることが表明されており、それらの大学等に対する資金援助などをすればこの問題に対する解決の手助けができたと私は思います。孫さんとしては善意からの発言だったかもしれませんが、少なくともこうした大きな出来事になる前に側近の人たちと十分話し合う必要があったと私は思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。